こんな子供勝手に押し付けられて、ほんと困ってたのよね。いくら義理のお姉さんの子供だって、もう限界よ。という突き放すようなおばからの育児放棄的なセリフをぶつけられたボロボロの格好の少女の目には涙があふれていました。私は老舗うどん屋の店主をしているものですが、十数年前に起こったご縁というものの不思議さを目の当たりにし、縁というにはあまりにも神仏の力のようなものを感じるつながりの奇跡に、驚きと感謝を感じた話を聞いていただきたいのです。当時、私たち夫婦は商店街で大正時代から続く老舗うどん屋を営んでいました。自分たちの代でこのお店は潰してはいけないと思っていましたが、なかなか子宝に恵まれず不妊治療をしていたんです。子供好きな私たちはいつか生まれるであろう我が子の誕生を願って辛い不妊治療も受けてきましたが、ついに子宝には恵まれず、妻が40歳になった年に私の方から妻に不妊治療の継続を諦めるように伝えました。それは自分たちの代でこのお店も終えることを意味することになります。妻からはお店の将来のことを考えて、もう少し頑張ろうと言ってくれましたが、妻の心と体を心配し、この決断に至りました。ちょうどその頃、安くて早いうどんチェーン店が商店街近くの郊外の場所に開店し、その勢いに負け客の入りも少ない日が多く、平日だと早めの店じまいをする日が目立つようになりました。そんなお店の状態もこの決断の後押しとなったのかもしれません。そんなある寒い日、開店作業をしていた妻は明日のゴミ収集日のために夜のうちにゴミをまとめておこうとしていたのです。まとめたゴミを店舗裏の大きなゴミ箱に出そうとしたとき、そのゴミ箱を漁っているボロボロの格好の少女を見つけました。その少女は今年一番の寒さと言われた日に似つかわしくない薄手の長袖とサイズの合わないズボン、サンダルを履いていました。最初は何か落とし物を探しているのかと思ったようですが、それにしてはあまりにも季節にそぐわない寒そうな薄着に不審に思った妻は私をそっと呼びに来ました。そして何気なさを装って妻はその子に「探し物?」と話しかけたのです。少女は飛び上がり驚いて「ごめんなさい!」と後ずさりしましたが、狭い場所で逃げ場もなく観念したように泣き出しました。大丈夫よ、怒ってるわけじゃないわ。となだめるようにそっと頭を撫でた妻は、ここは寒いでしょ、おばさん家でお茶でも飲んでいかない？と店内に誘ったのです。明るい店内で改めて見ると、寒そうな服装もですが、何日風呂に入っていないのかと思わせる汚れたボサボサの髪と顔、汚れてカサカサになった手足に驚きました。妻が差し出した温かいお茶を飲みながらもおどおどしている少女にそっと名前を聞いてみると、大川由香と小さな声で答えてくれました。ねえ、おばさんたちはうどん屋さんなんだけど、今から残り物で晩ご飯なの。一緒に食べていかない？するとびっくりしたように顔を上げたゆかは即答で、いいの？と答えたのです。お腹いっぱいになって落ち着きを見せたゆか。小学校低学年ほどの女の子が夜一人でいることに少し不安を覚えた妻は、お母さんが心配していると思うから連絡した方がいいと思うわ。
おばさんが電話してあげるから電話番号を教えてくれないかな。と妻が問いかけると、ゆかは悲しそうな顔でうつむいてしまいました。そして、家に電話はない。とぽつりと言いました。困ったわね。帰りたくないのかな。じゃあ、今は夜だし、今夜はおばさん家に泊まる？で、明日になったらお話を少しだけ聞かせてくれないかな。その言葉に安心したようにうなずいたゆかを、妻は店舗兼自宅の風呂に入れたのでした。その間に私は近くのコンビニで小さめの女性用下着や歯ブラシを買ってきて、タンスからは体が小さい妻の服で着られそうなものを探し、彼女のための布団を敷きました。風呂に入ってさっぱりと気持ちよさげになったゆかは、妻の T シャツとズボンを履き、狭い部屋に川の字に敷かれた布団を見てびっくりしたような顔をして、次の瞬間嬉しそうな笑顔になったのです。私たちも子供と3人で川の字で寝るという夢が、実の子でないながらも夢かなった日であったので、とても嬉しかったのを覚えています。ゆかと妻の嬉しそうな顔を見た私は、今警察に連絡をしようとするときっと逃げてしまうだろうと思い、一晩預かることにして、翌日警察へ連絡を入れました。翌日の朝、一緒に朝ごはんを食べて落ち着いた少女に、妻は警察に電話をすることを説明し、少女はコクンと一つうなずきました。何も怖がることはないよ。おじさんはお嬢ちゃんの味方だよ。と優しい目と口調で話しかけてくれるおまわりさんに、ゆかはぽつりぽつりと自分のことを話し出しましたが、その話は私たちにとっても信じがたいほど衝撃的な内容でした。その時のゆかは小学2年生の8歳で、両親は離婚して母親と2人暮らしでしたが、母親が数ヶ月前に大病を患って入院してしまい、ゆかの世話はおばに託されました。しかし、おばは独身で子供を育てたこともないので、1ヶ月ぐらいすると育児を放棄して帰ってこない日が多くなり、いつの間にかゆかは母親と暮らしていたアパートに一人で取り残されてしまったというのです。おばさんは時々戻ってきてお金を置いてったり、たまにお掃除してくれたんだけど、だんだん来てくれなくなって、お家の中はゴミだらけになったの。その後は昼に学校に行き、給食を食べ、一日一食だけの食事で風呂も入れないので、友達からは臭いと嫌われてったことで学校も行かなくなり、お腹を空かせたゆかはついに我慢ができなくなり、初めてゴミ箱を漁った日が昨日だったというのです。今はなぜだかお水が出なくなっちゃったから、公園でお水を飲むの。電気もつかないから夜は真っ暗で怖いんだよ。私たちが想像を絶する虐待でした。しかし、法的な意味からもゆかをこのままここへ置いておくことはできないので、警察から母親と児童相談所に連絡を取ってもらい、彼女は施設に保護されることになりました。おばにももちろん連絡したそうですが、こんな子供勝手に押し付けられて、ほんと困ってたのよね。いくら義理のお姉さんの子供だって、もう限界よ。と引き取りを拒否されたそうです。他に親戚もいないようでした。施設の人が迎えに来たとき、ゆかは何も言わず、寂しそうな目で私たちをただ見つめ、おいしいご飯と温かいお布団をありがとう。
と言って去っていきました。ゆかの寂しそうな眼差しに私と妻の心は締め付けられるようでした。たった一晩だけの関わりだったのに、私たちはすでに運命の渦に巻き込まれていたんですね。相談があるの、と妻が言ってくるまでそれほど時間はかかりませんでした。私たち夫婦は最初に保護した人間ということで、特別に彼女が引き取られた先の施設を知らされていたので、いても立ってもいられずにすぐに会いに行きました。私たちが訪ねていくと、ゆかは嬉しそうに駆け寄ってきて、おじさんおばさん、あの時はありがとう。また美味しいうどんが食べたいよ。一緒にお風呂も入りたいな。と言ってくれました。私たちはあの別れ際の彼女の寂しそうな目が忘れられず、切ない気持ちを抱え、なんとかならないものだろうか、と思っていました。短い時間をゆかと過ごした後、帰る時間になった私たちは、施設の壁に貼られた養子縁組と里親制度という文字に目が釘付けになり、その下に置かれたパンフレットを思わず手に取って家に帰ってからあれこれ調べてみたのです。おい、これ見てみろ。あんた、これって。そして分かったのは、私たちでもゆかの里親となって彼女を助けることができるということでした。ゆかの実母は長期入院中とは言っても、やがて退院すればゆかが実母のもとに戻るかもしれないと思ったことから、私たちは里親制度を利用しようと考えたのです。里親としてなら、ゆかと母親の親子関係を引き離すことなく、手助けができ、彼女と親子のように暮らすことができると知った妻が、ゆかを里子にしたいと言い出したのは当然です。もちろん、私にも異存はありません。すぐに施設の人にそのことを電話すると、次の休みに訪れた私たちに里親制度について詳しく説明してくれました。私たちはゆかを迎え入れるための準備に早速取り掛かったのです。里親になるための研修や家庭訪問などを経て、数ヶ月後、晴れて里親として登録された私たちは、喜び勇んでゆかを迎えに行くことができました。ゆかちゃん、迎えに来たよ。おじさん、おばさん、ありがとう。ゆかを迎えに行った時の嬉しさは、生涯忘れられない幸福感でいっぱいでした。ところが、ゆかが我が家に来てしばらく経ったある日、新たな問題が持ち上がりました。高齢のため足を悪くした私の母親を引き取らなければならなくなったことです。私の母親はこの老舗うどん屋の元大女将で、気難しいところがある人だったので、ゆかのことをどう思うだろうと一抹の不安もありました。しかし、私の心配をよそに、ゆかはおばあちゃんができたと大喜びし、母もまた、ゆかの事情を知ると、名字は違えど家族だ、と優しく接してくれて、私と妻、娘のゆか、祖母と4人で暮らすこととなりました。やがて、ゆかと出会ったあの日から7年の月日が経ち、元来明るい性格だった彼女は友達もたくさんできて、中学3年生になり、来年は高校生になるという時のことでした。里親制度は18歳になったら元の親に戻るか自立するかの選択になります。あと3年か、とつぶやく妻。その問題でナーバスにもなっていた私たち家族の前に、ある女性が現れたのは、そんな時だったのです。閉店間際にふとお店に現れた一人の小柄な女性。
その女性は私と同じくらいの年齢で、なぜかどこかで会ったような気がしたのですが、彼女はかけうどん一杯注文して店内を見回していました。そんな中、ゆかが帰宅してきたのです。ただいま。図書館で受験勉強してきたの。お腹減ったと元気な声で言いながらお店の中を通ってそのまま2階の自室へ行ってしまいました。おかえりと言いながら奥の座敷にいた大女将の祖母が店に顔を出し、その時のお客はかけうどんを注文した女性のみ。大女将がいらっしゃいとその女性に声をかけ、大女将と見つめ合ったその女性の目になぜか涙が。大女将も何か言いたそうな顔をしていました。そんな時に私がかけそばをその女性に持って行きました。不思議なその光景を妙に感じても、なぜかその時の私は特に気にも留めなかったんです。が、しかしその後、彼女が私たちに話した内容は本当に驚かされ、同時に二人の涙の理由がわかりました。最初に彼女は私たちの前で深々と腰を折ってお礼を言いました。私は大川恵美といい、ゆかの母親です。今までのご恩、本当にありがとうございました。私はあなた方には感謝の気持ちを伝えることしかできませんが、ゆかをあんなに立派に育ててくださって、お礼の言葉もありません。本当にありがとうございます。実はその女性はゆかの母親の大川恵美さんだったのです。恵美さんは児童相談所の職員から、ゆかの里親の住所や店の名前を聞いたときに非常に驚いたと言いました。ゆかがお世話になっているところがあのお店だったとは、偶然にしてはあまりにも都合のいい偶然です。お母さん、あなたのおかげですかと亡き母と天の采配に驚き感謝したと言いました。闘病の末にようやく元気になってきた彼女は、私たちにお礼を言うためとゆかの顔を見るために病院の外出許可を得てここを訪ねてきたそうです。そして育児放棄した義理の妹とは縁を切ったとつぶやきました。その後、さらに彼女が語った過去の話にはもっと驚かされました。その話を聞いて、私はご縁というものの不思議さを感じずにはいられませんでした。実は大川恵美さんは小さい時にこのお店にいて、私とも遊んでいたのです。当時、彼女の母親のゆかの祖母は、旦那の暴力に耐えきれず子供を連れて家を飛び出したとのこと。行くあてもなく幼子の恵美の手を引いて歩いている時に、このお店の前で店から出てくる家族が満腹に幸せそうな顔をしているのを見ると、その場で泣き崩れてしまったようです。何事かと思った私の母で当時の女将が事情を聞いたそうです。話を聞いた女将の一存で、その母親はこのうどん屋で働きながら子供の面倒を見ることとなり、ちょうど同い年くらいだった私とよく遊んでいたそうでした。半年後、母親と恵美は母親の実家へ帰ることになり、恵美さんはこの時のご恩を忘れてはいけないよとずっと母親から聞かされて育ったと言いました。道理で見覚えがあったわけだ。と妙な感心をしてしまった私ですが、大女将は一目見て恵美さんだと分かったようです。だけどさすがにゆかとのつながりまでは気づかなかったと驚いていましたがね。まさかこんなご縁があるとは本当に驚いているんです。あの時お世話になった私の娘のゆかがまたここでお世話になるなんて。
本当に深いご縁なんですね。と涙ぐみながら恵美さんは話しました。こんな不思議なことってあるんだなぁと私も思わずつぶやいてしまいました。本当に巡り合わせというものの不思議さに驚かされた出来事でした。下に降りてきていたゆかも話を聞いていて複雑な顔をしていました。しかし実の母親のことは常に気にかけていたようだったので嬉しそうでもありました。その日はそれで終わりましたが、数日後ゆかが提案があるとみんなを呼んだのでした。里親制度では18歳になったら大川の母のもとに戻らないといけないでしょ。だけれど今のこの環境も手放したくないのよね。もともと高校を卒業したらこのお店を手伝おうと思ってたんだけど、私ね、思いついたことがあるのよ。というゆかは恵美さんも退院後にここで住み込みで雇ってくれないかと提案してきたのです。恵美さんが退院後の生活をどうしようかと困っていることを知り、彼女とどうしたら一緒に暮らせるだろうと考えたと言いました。長いこと入院していた恵美さんのアパートは経済的な理由もあってすでに解約されていたので、住むところはこれから探さなければならないと知ったゆかは、できればおじさんとおばさんとおばあちゃんとお母さん、みんなで一緒に暮らしたいの。私が今こうしていられるのは、あの夜におじさんとおばさんが私を見つけてくれたからだから。と上目遣いで見つめてきます。ゆか的にはすでに決定したといった感じでしたが、寝耳に水とはこのことですね。それを聞いた恵美さんも、そんな申し訳ないことはできません。ありがたいお話だけど、病み上がりの私にはとても無理ですから。と辞退してきました。けれど、何言ってるんだい。あんたはもううちの家族だよ。ゆかは私の孫で、その母親のあんたは娘同然なんだからね。休み休みでいいんだよ。というお上の鶴の一声で同居は決定しました。もちろんみんな大賛成です。ゆかは二人のお母さんがいつもいると嬉しそうに笑っていました。その後無事に退院した恵美さんはうどん屋の店員兼ゆかのもう一人の母親兼家族として我が家で賑やかに暮らし始めました。恵美さんは長い闘病生活の状況を日記に綴っており、大病を奇跡的に回復したということで、この闘病日記が地元新聞に掲載され、同じような病気を持った方や家族からの相談もたくさん受けており、一部の人からは有名人となっているようです。この闘病日記について、恵美さんは将来自分の子供にお母さんを感じてほしいからという気持ちで始めたそうです。そして自分の生い立ちから自分の子供がお世話になった経緯をうどん屋の奇跡として地元新聞に紹介したところ、取材が殺到。恵美さんが退院してから2年間は人情の奇跡うどんとして繁盛していました。それから10年経ち、ゆかは調理師をしている男性と結婚して、彼が我が家の婿となり、孫のゆかの花嫁姿を見た大女将は安心してあの世に旅立っていきました。大女将は亡くなる時に恵美さんと妻の手を握り、恵美さん、あんたのお母さんがあの時うちの店の前で泣いてくれたおかげで、私は孫の花嫁姿を見られたよ。お母ちゃんも今までありがとうね。と言ったのです。そして妻には、
私のわがままに何一つ嫌な顔をしなくてありがとう。あなたは私の誇り。と涙ながらに伝えていました。息子の私には、これからも頑張んな、というようにニヤッと笑っただけでした。あれほど欲しいと思った子供がひょんなご縁でできて、もうすぐ孫も生まれます。今はじじばば3人で元気な赤ん坊の誕生を楽しみに頑張る毎日です。私の不思議なご縁の話を聞いてくれてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録をしていただくことで制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。